あと数日後に迫った宇宙元旦までにやっておくと願いや夢が叶いやすくなることを一つシェアさせていただきます。を見つめてみて、そして宇宙元旦の日までに捨てる恋愛観、お金の常識、結婚観、仕事観、人間関係の常識も全くこれから変わっていきます。皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。2日前の魚座新月の動画いかがでしたでしょうか。願い事皆さん書けましたか。今回忙しくて願い事が書けなかったっていう方も、ちょっと見逃していたっていう方も、次回はお羊座の新月、しかも物事がスムーズにいきやすい10天体巡行中という期間は変わりませんので、次回また一緒に願い事書いていきましょう。僕も今からすごく楽しみです。で、前回の新月の動画で願い事の書き方をシェアしたんですけれども、こういう質問をいただきましたので、ちょっとシェアさせていただきます。新月の願いを書いた紙はその後どうすればいいですかっていう質問をいただいたんですね。それでこれに対しては正直正解不正解ってないって思うんですよね。で、どのようにしていただいてもいいと思うんですけれども、というよりむしろ皆さんどうしてますかって聞きたいんですけれども、僕は書いた紙に関してはなんか見えないところにしまっておいて、で次の新月の時にまた願い事を書いたら前回書いたものについては破棄するようにしています。僕はそういうふうにしているんですけれども、ぜひ皆さん願い事を書く習慣を持っている方は毎回どういうふうにしているかっていうこと、よかったらコメント欄なんかに書き込んでいただければ嬉しいです。はい、それで何回かお伝えはしてるんですけれども、これから宇宙元旦とか、あと3月末に来る今年ベスト3に入る超開運日とか、あと次の新月も今すぐにこれをやりましょうって言われると焦っちゃう人もいると思うので、今回みたいに細かく前もって何をすると願いが叶っていくのか、これ順番に動画を投稿して前もってアナウンスしていきますので、ぜひですね YouTube さんからリアルタイムでちゃんと通知がいくようにベルマークのクリックをお願いいたします。それで今日の話題はですね、皆さんの意識を次3月20日に向けていただきたいんですね。3月20日で、この3月20日っていうのは今月一発目の動画でもお伝えしているんですけれども、宇宙元旦でございます。はい、で前々から言ってる通り、この3月は結構チャンスが盛りだくさんで、後半にかけてどんどん良くなっていくバイオリズムなんですね。でその前にもうちょっと長い目大きな視点で今見ていただきたいんですけれども、じゃあ今年2021年と2022年どうかっていうと、もちろん激動の時代ではあります。特に金融とかお金の世界とか新しいテクノロジーの分野、ひいてはお仕事とか働くっていうことについてはどんどん新しい価値観に変わっていきますので、ちょっと乱気流のように感じる方も多くいらっしゃると思うんですけれども、ちゃんとその乗りこなし方を事前に分かっておくってことは大切なんですよね。それが分かっていれば正直どんどんこれから良くなっていくっていうことはお約束できますし、願いも叶えることができていきます。そして人生のステージを上げていって、今とは別次元の景色を1年後とか2年後に見ることももちろん可能です。例えば去年2020年は多くの方にとってウイルスのことがありましたので、ちょっとタフな1年だったと思うんですけれども、ちゃんとその乗りこなし方を分かっている人たちにとっては実は素晴らしい年、願い事をたくさん叶えられた年でした。で、僕自身もタイミングでどんな行動を取ればいいか事前に抑えていたので、ああいう混乱の中海外移住もできましたし、自分が人生で一番大切にしたい旅をすることも十分去年大切にできたんですね。なのでこれからも皆さんに願いの叶え方や宇宙のバイオリズムを考慮してどういう行動をとっていけばイージーモードの人生になっていくのか、豊かになっていくのかっていうところをお伝えしていきますので、世間がどんなに悲観的になっている時でもぜひここに集まってきている皆さんで笑顔でどんどん良くなっていきましょう。はい、それで話ちょっとそれましたけれども、次は皆さん意識を3月20日に向けてください。この3月20日っていうのは風の時代一発目の宇宙元旦です。宇宙元旦っていうのはそもそも何なのかっていうと、ちょっと難しい表現になるかもしれませんが、お羊座が太陽に入る日と言われています。でこれ日本では立春という言葉をよく聞きますよね。立春というのはつまりは昼と夜の長さが同じになる日です。陰と陽のエネルギーの偏りがなくなってゼロになる瞬間ということなんですね。でこれは再生とか何かのスタート、始まりとか生まれ変わりとか陰から陽に転じてよみがえる、そんなタイミングなんですね。なので宇宙のサイクル的に見ると1年のうちで一番エネルギーが高くなる瞬間と言われていまして、そのエネルギーをうまく活用すればというかそのエネルギーの流れ
バイオリズムにただただ逆らわずに乗ればといった方が正確かもしれないですけれども、そうすればまた次の立春まで1年間スムーズな流れで人生が展開していきますので、これを利用しない手はないわけです。はい、それでこの3月20日の当日は当日でまたやっておきたいことがありますので、それは宇宙元旦前日の動画で事前にお伝えするとして、今回はあと数日後に迫った宇宙元旦までにやっておくと願いや夢が叶いやすくなることを一つシェアさせていただきます。それは自分の中のべきじゃない、そして善悪優劣や罪悪感をできる限りの数紙に書き出して破いて捨てるっていうことです。もしくはこの紙に書き出すのが面倒な方は、自分の中のべきじゃないをスマホのメモ機能に入力して3月20日までに削除するでも大丈夫です。このべきじゃないっていうのは一体何なのかっていうところなんですけれども、自分の中の常識や善悪優劣のことですね。でそれに気づく方法としては、最近誰か他人に対してこうするべきなのにって思ったこと、あとは自分を俯瞰して見られる方であれば、自分自身に対してこう生きるべきとか、あとはこうするべきって普段から自分に課していて、なおかつそれがもう正直苦しいと思うこと。例えばあなたが女性だったとして、女性はこういうふうにするべきだとか、こういう女性になるべきだとか、そういうものもべきじゃない善悪優劣ですよね。でもしくは女性でも男性でもこれは一緒だと思うんですけれども、優秀じゃなきゃいけないとか、いい人じゃなきゃいけないとか、何々じゃなきゃいけないっていうのも、これ裏を返せばべきじゃないですよね。自分の中のこのべきじゃないに気づけない方は、こういうふうにするといいと思います。最近あなたがどんなことに怒りを感じたのか、あとはどうしても長年許せない物事を思い返してみると、そのべきじゃないに気づくことができます。これは自分のことも他人のこともちょっと考えてみるといいんじゃないかなと思うんですけど、僕たちが怒っている時とか許せない時、あとは自己嫌悪、これは自分を許せないってことですね。あと罪悪感を感じている時っていうのは、自分の中の常識やそれこそべきじゃないに反したことが起きた時なんですね。例えば昔この人にこんな態度を取られて、それがまだ自分の中で許せていないとか、自分自身がこんなことを昔やってしまってまだそんな自分を許せていないとか、そういうものも自分を苦しめているべきじゃないにあたります。なので書き出していただくのはこういうスタイルでしていただければなと思います。何々するべき、例えば人には優しくするべき、あとは何々するべきじゃない、例えば人の悪口を言うべきじゃないとかですね。あとは何々じゃなきゃいけない、例えば男性は稼がなきゃいけないとか、あとはこういう行動をしたこの人物はこういうダメな存在だっていう書き方。例えば A さんを裏切った自分は悪いやつだとか、仕事を投げ出した自分は無能だとか、自分を置いて消えてしまったあの人は無責任だとか、こういう4つのパターンで考えてみてください。はい、そして紙を破いて捨てるとき、もしくはスマホに入力したメモを削除するときは、今まで僕をもしくは私を守ってくれてありがとうと言ってみてください。これもねすごく大切です。ちゃんと今まで自分の人生を助けてくれた、守ろうとしてくれていたべきじゃないに感謝して手放すっていうことです。自分の中のべきじゃないとか罪悪感、善悪優劣、あとは自己嫌悪、罪悪感を見つめてみて、そして宇宙元旦の日までに捨てるっていうことをやってみてください。でなんでこれをやるのかっていうと、今回風の時代一発目の宇宙元旦ですから、天体の位置関係的にもここが風の時代のゼロポイントで、このタイミングから新しい時代のエネルギーが始まっていくんですね。なので古い価値観は今のうちに手放しておいた方が、次の時代の流れに乗って軽やかに生きていけるようになります。この風の時代っていうのは、今までのべきじゃないや、あとは善悪優劣が通用しなくなる時代なんですね。じゃあ試しに過去を振り返ってみても、じゃあ100年前の常識ですね、つまりその当時のべきじゃないって今通用するでしょうか？全く通用しないですよね。じゃあ20年前の常識、これはどうでしょうか？これもなかなか20年前の人が今の世の中を見ても結構驚くことが多いんじゃないかなと思うんですね。価値観やライフスタイルがより多様になって自由度が上がっているんで、やっぱり十数年で常識なんて変わってしまうわけです。恋愛観、
お金の常識、結婚観、仕事観、人間関係の常識も全くこれから変わっていきます。それでこれからはよりその常識が加速度的に変わっていきますので、なので今のうちにいろんな古い概念や自分を縛っているものを手放して軽やかになっている方が、新しい軽やかな価値観を取り入れて、それこそこれからの時代願いが叶いやすくなっていきます。でもちろんこれはあなたの心地よい価値観まで捨てましょうっていう話ではありません。あくまであなたを苦しめている、あなたの波動を下げているべきじゃないや善悪優劣をこのタイミングでできる限り手放しておきましょうっていうことなんで、大切にしたいことは引き続きもちろん大切にされてください。はい、ということで今回は3月20日宇宙元旦の日までにやっておきたいこと、べきじゃないを手放す、善悪優劣、自己嫌悪、罪悪感といった古い概念を手放して軽やかになろうっていう話でした。それで今回は皆さんにちょっと謝らないといけないことがあります。毎回このチャンネルの動画コメント欄にあなたの夢や願いが叶った体で書き込んでください。そしてお互いの夢や願いを応援して祝福し合ってください。そうすればお互いの願いが叶いやすくなりますという呼びかけをしているんですが、ちょっと僕の方でそのコメントにハートマークをつけるのが追いつかなくなってきてですね、もちろんこのチャンネルは宇宙一の願望実現チャンネルでコメント欄の波動がめっちゃ高いので、もうこれからも変わらずコメント欄ご活用いただきたいんですけれども、ちょっと全てにハートマークをつけるのが難しくなってきましたので、ハートマークがつかない場合も三輪に応援されていないのかなとかはそういうふうには捉えないでいただきたいんですね。もちろん皆さんのことを心から応援しています。ただ新しい動画を撮ることに集中した方がきっと皆さんへの貢献になるのと、あと最近自分がやってるオンラインスクールの募集を再開しまして、そちらにも結構エネルギーと時間を割くことになるので、全てにハートマークをつけられないことがこれからあると思うんですけれども、こちら本当に申し訳ありません。もしご理解いただけましたらとっても嬉しいです。今後とも皆さんの夢や願いが叶うように出し惜しみせず発信していきますので、ぜひよろしくお願いします。それでは今日のお話は以上です。今日も最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。あなたの大成功をお祈りしています。